春日大社にやってきました。鳥居が見えてますけれども、早速入っていきたいと思います。春日大社編スタートです。なぜそんな強い力を持っているのかという本題の前に、少し春日大社のご由緒をお話ししていきましょう。奈良県奈良市にある春日大社は大阪駅から約40キロのところに位置しています。約1300年前の奈良時代の768年に藤原氏の血を引く女帝聖徳天皇の命によって創建されました。まず剣と雷の神様である竹三日槌に茨城県の鹿島神宮から来ていただきました。この時竹三日槌は白い鹿に乗って奈良の三笠山にやってきました。この伝説から鹿は神の使い、すなわち神鹿として現在でも奈良では大切にされています。さらに剣の神様である仏主を千葉県の香取神宮から、祝詞、言霊、出世の神様である雨の小屋根と姫神を大阪の平岡神社から勘定しました。なぜわざわざ鹿島神宮、香取神宮、そして平岡神社から神様に来ていただいたのでしょう。実はこれらの神様は全て当時藤原氏が崇めていた神様がいる神社なのです。3つの神社の神様を合わせて春日神として奈良で祀ることで、都に近いところでお参りができるようにしたわけです。そして平城京の繁栄を願いました。春日大社は後でご紹介する興福寺とともに藤原氏のための神社として繁栄していきます。実は現在でも藤原氏のための神社ということが明確にわかるものがあります。こちらを見てください。金一封を奉納した藤原氏の末裔五石家の一族のお名前があらゆる方よりも前に飾られているのです。さらに春日大社は藤原氏だけではなく皇室との関係も深く、毎年3月13日に行われる例大祭である春日祭は1200年以上続いており、今も天皇の勅使が訪れ、国家国民の安泰を祈る御祭文を奏上します。拝観することはできませんが、勅使がわざわざ訪れるのは京都の鴨社の葵祭と石清水八幡宮の石清水祭だけです。春日大社の皇室との強い関係を感じさせます。確かに皇室、藤原氏、そして鹿島神宮との関係が深いのですが、春日大社は関西有数のパワースポットとして知られています。そして近年では鬼滅の刃のファンからも熱い視線を向けられる神社になっています。なぜなのでしょうか。実際に見ていきましょう。広大な境内の参道を進むと左右に見えるのが灯籠の数々。春日大社には奉納された灯籠が3000基もあり、日本一灯籠の多い神社と言われています。なお毎年2月3日には節分万灯籠という行事が行われ、800年も前から行われてきた灯籠を一斉に照らす行事です。こうした神秘的な世界が広がるのが春日大社の参道なのです。表参道を奥に進むと南門にたどり着きます。南門は高さ12メートル、春日大社最大の楼門です。平安時代中頃、藤原氏などによる春日詣が始まり、その際に使う門とされました。回廊が作られた際には現在のような2階建ての立派な楼門となり、春日大社の正門として現在は使われます。そして南門を入ると左手にあるものが見えてきます。こちら綱吊りの藤と呼ばれており、樹齢はなんと700年。当時は樹木信仰が盛んな時代、神様に願いを叶えてもらうために珍しい植物を神様に献上してきました。こちらは藤原氏の筆頭格である近衛家が献上したと言われています。4月末から5月上旬の藤が咲く頃には砂に擦れるぐらいの長さになると言われています。この藤以外にも春日大社では藤を大切にしています。藤原氏ゆかりの藤であり、春日大社の社門も下がり藤となっているのです。そして藤の開花時期に合わせて藤守というお守りを授与しています。ご存知大ヒットアニメ「鬼滅の刃」では藤は鬼を退治する象徴。このことからファンの方が買っていくのだといいます。実は藤は昔から富士、不死を連想させるため縁起がよく魔除けの花としても知られます。そんな藤のパワーもいただける社殿になっています。砂吊りの藤を過ぎて中門を仰ぐと御本殿が奥にあります。御本殿の特徴は何といってもこの赤い色。赤が特徴的な春日大社ですが、特に美しいのは御本殿。これは赤系統の顔料の中でも最高級である本朱の色。春日大社の本殿はこの本朱で 100% 塗られています。2016年には社殿を一斉に修復し塗り替える行事、式年造替が行われたばかりです。創建されて以来20年に一度欠かすことなく行われています。この本殿には
4種の神様が祀られておりますが、春日大社が奥深いのは祀られているのはこの4種の神様だけではないというところです。若宮様という平安時代に新しく生まれた神様も祀られています。若宮神社には水と知恵と命、そして芸能の神様である雨の押し雲根が祀られています。4つある本殿のうち第3殿の雨の小屋根と第4殿の姫神の巫女であるとされています。平安時代には長年にわたる大雨や洪水で飢饉が相次ぎ、疫病が蔓延した時代でした。時の関白藤原忠道は若宮にすがり、1135年に本社と同じ規模の神殿を作りました。翌年の1136年には若宮の神徳にあやかろうと低調なお祭りも開きました。すると大雨洪水が収まり、晴天も続いたのです。それ以来五穀豊穣を祈り、大和国を挙げて盛大に行われるようになりました。これが現在にわたって約890年続く春日若宮御祭りの始まりです。毎年12月15日から数日間行われる行事になっています。御祭りが無事に行われることを祈願する大祝所詣から始まり、若宮神社の神様をお祭りされている本殿からお旅所と呼ばれる安宮に移動させるという先行の儀、そして奈良市内を時代行列で練り歩くお渡り式や国の平安を記念する祭典が厳粛に行われ、神楽や田楽、舞楽など数多くの古典芸能が奉納されるという内容になっています。なお春日大社にはこの若宮様以外にも境内に摂社末社合わせて61社もあり、どんなご利益も叶えていただける神社とされています。中でも全国で唯一大国主が妻のすせり姫と夫婦で祀られている夫婦大黒社は縁結びにご利益があるとされています。そして春日大社のパワーの源といえるのが春日山またの名を三笠山の原始林です。春日大社の真東にあり、総面積にして250ヘクタールに及びます。平安時代仁明天皇の命令によって狩猟や伐採が禁じられて以来、現在も春日大社の神様の領域として生き物を採取したりすることはできません。そのため現在まで野生の植物が生きる原生林として保たれています。古くから万葉集をはじめ和歌などに数多く歌われてきました。百人一首にも選ばれている歌、安倍の中丸の天の原振り裂け見れば春日なる、三笠の山にいでしつきかもという句でも知られています。超開運スポットということは少しは伝わったかもしれません。さて、春日大社と昔から深い関係にあるのが隣にある興福寺です。かつて興福寺は春日大社を支配する関係にありました。興福寺の栄光と没落の歴史についてご紹介していきましょう。さあ、興福寺にやってきました。後ろに見えるのが猿沢池、さらにその後ろに見えるのが興福寺の五重塔になっています。興福寺の五重塔は京都東寺に次いて日本で2番目に高い35メートル、まさに奈良の景色を代表するお寺ですが、かつては興福寺イコール奈良と言われるぐらいの勢いのあるお寺でした。現在の奈良公園の辺り一帯は興福寺の境内でした。そんな興福寺の起源は669年、藤原鎌足の夫人の鏡の大君によって建てられた山科寺というお寺が始まりです。その際夫の病の回復を一心に祈り建てられたといいます。そのため興福寺のご利益は一言だけの願いを叶えてくれると言われる一言観音が有名です。こうしたことからも興福寺は当時圧倒的な貴族であった藤原氏の一族のお寺である氏寺として発展し、奈良における特別なお寺として一目置かれていました。例えば1135年、関白の藤原忠道が春日大社の若宮様を創建すると、春日若宮御祭りは興福寺が取り仕切るようになり、春日大社を興福寺が支配するようになったのです。こうして藤原氏の権力だけではなく、春日大社の神様のご意向も利用するようになった興福寺。豪祖でパワーを発揮しました。豪祖とはお寺が自分の権利や領地を守るために武力を使って権力者に立ち向かうことです。平安時代から室町時代にかけて70回ほど豪祖は行われましたが、藤原氏そして春日大社をバックに持つ興福寺に立てつくわけにはいかず、権力者は要求をしぶしぶ受け入れました。しかしこうしたやり方を気に入らない人は必ずいるもので、後の1180年には平重衡による難と焼き討ちが起こり、お堂が全て焼けることになりました。ただその後元通りの復興を遂げます。鎌倉時代以降は興福寺が大和国最大の荘園領主であったことから、大和国の統治者は武家ではなく興福寺となっていました。春日大社も引き続き支配下に置かれました。
戦国時代になると武士が勢力を拡大し、その中で徐々に勢力が弱まった興福寺。明治時代には政府が出した神仏分離令によって興福寺から春日大社が独立すると、興福寺の勢いはさらに衰えることになりました。まさに栄華と衰退の両方を経験したお寺、それが興福寺なのです。なお興福寺はその歴史から数々の国宝を持っており、国宝の仏像の 15% が興福寺の所蔵となっています。中でも阿修羅像は有名で、観光客を引きつけてやみません。今日